今日はビーフシチューを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はビーフシチューを作りたいと思います。はい、ということで今回はこれからの季節にぴったりなビーフシチューレシピをご紹介していきます。今回のビーフシチューなんですが、お肉がとても柔らかくなる方法をご紹介していきます。煮込む時間などは少し長いんですが、作る工程自体はすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。今回少しね、材料が多いので、具材と調味料系で分けて材料をご紹介します。それではまずはじめに具材からご紹介します。材料はこちらです。牛すね肉、玉ねぎ、じゃがいも、人参、マッシュルーム、ブロッコリー。具材はこちらの材料を使っていきます。まずですね、牛肉の種類なんですが、スーパーなどではね、シチュー用などでお肉が売ってるんですが、部位としてはすね肉がおすすめです。そうするとね、とても柔らかい美味しい仕上がりになります。歯ごたえがあって、より肉々しい仕上がりにしたい場合は、もも肉を使ってください。ただね、柔らかさで言うと、すね肉がね、一番扱いやすいかなと思います。そして今回ですね、マッシュルームを加えていきます。マッシュルームを加えるとキノコの旨味が加わってとても美味しい仕上がりになります。マッシュルームもですね、ブラウンマッシュルームとホワイトマッシュルームと2種類あるんですが、今回はブラウンマッシュルームを使っていきます。こちらの方が香り高いので、煮込み料理をするときはね、ブラウンマッシュルームがおすすめです。そしてじゃがいもですね、今回は煮崩れしにくいメークインを使っていきます。おすすめはね、メークインなんですが、こちらはお好みのものを使用してください。それでは続いて残りの材料をご紹介します。材料はこちらです。デミグラスソース、赤ワイン、お水、ニンニク、ローリエ、ウスターソース、ケチャップ、塩、黒胡椒、お砂糖、顆粒コンソメ、有塩バター、薄力粉、こちらの材料を使っていきます。まずデミグラスソースなんですが、今回はこちらのね、デミグラスソースの缶詰を使っていきます。中身はですね、全部で 290g になります。なのでだいたいね、290g から 300g ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。そして赤ワインですね。こちらはお好みの赤ワインを使ってください。そして今回ね、ローリエも使っていきます。こちらはね、あればぜひ入れてみてください。もしない場合はね、なくても大丈夫です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、お肉の下準備をしていきます。このお肉を麺棒で軽く叩いてください。そして繊維を崩すことによってお肉が柔らかい仕上がりになります。ではね、麺棒で叩いていきます。はい。軽くで大丈夫です。叩いていただいて、あとはですね、一口大の大きさに切っていきます。このぐらいかな。ちょっとね、ゴロッと大きめに切っていただいていいかなと思います。ではね、残りもね、同じように叩いて切っていきたいと思います。はい、お肉はですね、このように一口大の大きさに切ってください。それでは続いて玉ねぎをすりおろしていきます。今回玉ねぎはですね、すりおろして使っていきます。使い方はね、後ほどご紹介していきます。ではね、こちら普通にすりおろしてください。はい、玉ねぎはこのようにすりおろしてください。この玉ねぎにはですね、タンパク質を分解する酵素が含まれてます。これからね、この玉ねぎでお肉を漬け込むんですけれども、そうすることでお肉の繊維が分解されて肉質を柔らかくすることができます。なのでね、今回はこのようにすりおろして使っていきたいと思います。それではですね、ジップ袋かまたはポリ袋を用意してください。そして口を開きます。ボウルなどにね、はめ込んでください。そうしましたら、こちらお肉をまずね、ジップ袋に入れます。そしてここにですね、すりおろした玉ねぎを入れてください。玉ねぎを入れたら、ここにですね、さらに赤ワインも入れていきます。でね、この赤ワインなんですけれども、赤ワインでね、お肉を漬け込んでいただくと、お肉の保水性が高くなります。要はね、水分を含みやすい状態になります。そうすることによって、お肉の口当たりがとても柔らかくなります。さらにですね、赤ワインにはタンニンというものが含まれているので、お肉の臭みを消してくれる効果もあります。そしたら一度こちら揉み込みます。結構ね、しっかりめにお肉を握るイメージで揉み込んでください。はい、OK です。そしたらですね、空気をしっかり抜いて口を閉じます。
はい、それではこのままですね、冷蔵庫で1時間漬け込んでください。ちょっとね、時間はかかるんですが、その分美味しく仕上がるのでね、しっかりとね、こちらは漬け込んでください。それでは続いて人参です。人参はね、まずヘタを切り落とします。そして皮を剥きましょう。はい。で、皮を剥いたら、こちらの人参は乱切りにしていきます。まずね、人参を固定させて、そして包丁を斜めに入れます。斜めに入れたら、切り口を上にしてください。90度回転させるイメージですね。そしてまた斜めに切ります。また90度回転させて、で、斜めに切ります。こんな感じでね、乱切りにしていきます。はい、人参はこれで OK です。続いてマッシュルームです。マッシュルームはだいたい2等分から4等分にします。大きいものに関しましては4等分で、小さいものに関しましては2等分にしてください。こちらは4等分にしようかな。はい。はい、こんな感じ。ちょっとね、小ぶりのものは2等分です。はい、マッシュルームはこれで OK です。続いてニンニクです。ニンニクはね、まず半分に切ります。そしてこのニンニクの芽を取り除いてください。こちらはえぐみの素とか、あとは焦げやすかったりするので必ずね、取り除くようにしてください。はい。で、あとはですね、こちらを粗めのみじん切りにしていきます。はい、これで OK です。このぐらいざっくり粗めに刻んでください。では続いてブロッコリーです。ブロッコリーはですね、この根元から切り落としてください。はい、このように切ってください。大きいものに関しましては、この切り口に包丁で切れ込みを入れて、あとはね、手で裂きます。そうするとね、このように綺麗に半分にすることができます。ブロッコリーはね、さっと水洗いしておいてください。これからお肉を煮込んでいくんですが、じゃがいもも一緒に煮込んでしまうと、煮崩れしてね、クタクタの状態になってしまいます。なので、じゃがいもは後から入れていきます。このタイミングで切ってしまうと、色が変わったり、あとは風味がなくなってしまいますので、じゃがいもはね、後から切っていきます。はい、お肉の漬け込みが終わりました。今ね、ちょっと不思議な色をしてるんですが、こんな感じの状態に仕上がってます。そしたらね、まずここからお肉だけ取り出して、そしてしっかりと水分を拭き取っていきます。まずまな板にキッチンペーパーを敷いてください。そしてお肉をね、しっかりと水気を切って、そして置いていきます。おろし玉ねぎもね、くっついてくるので、おろし玉ねぎもね、できるだけ取ってキッチンペーパーの上に置いてください。はい、このように取り出します。そうしましたら上からキッチンペーパーをかぶせて水分を拭き取ってください。はい、OK です。このようにね、しっかりと水分を拭き取ります。そしたらですね、今からこちらに薄力粉をまぶしていきます。そうすることでお肉の旨味をギュッと閉じ込めることができます。ではね、薄力粉をまぶしていきます。全体にまぶしてください。しっかりね、水分を取らないと薄力粉は余分についてしまうので、水分はね、必ずしっかりめに取るようにしてください。はい、このようにまぶします。それでは今からお肉を焼いていきます。ではフライパンを用意してください。ここにバターを入れます。そして火にかけます。火加減は中火ぐらいです。そしたらここにね、ニンニクも入れます。軽くね、ニンニクを炒めながらバターも溶かしていきます。はい。で、このようにじゅわじゅわじゅわっとして、ニンニクが香ってきたら一旦火を止めます。そしてお肉を並べていきます。火を止めてるのでね、焦らずにね、置いていきましょう。はい、このように並べてください。お肉はね、重ならないように並べましょう。そしたら火にかけてください。火加減は弱火です。このままね、まず弱火でじっくりと焼いていきます。お肉はですね、強火で焼いてしまうと硬くなってしまいます。なのでね、ゆっくりとね、まず弱火で焼いてください。そして最後は強火で仕上げていきます。火加減はこのぐらいの弱火です。はい、今ね、弱火でちょうど2分ほど焼きました。そしたらお肉を裏返します。裏返したら片面は1分半焼いていきます。はい、1分
分30秒経ちました。そしたらですね、今度は火加減強めてください。ちょっとね強めの中火ぐらいですね。そしてお肉に最後焼き色をつけていきます。そうすることでお肉の旨味が出て美味しい仕上がりになります。強火で焼き色をつける時間はお鍋の材質とかによっても変わってくるので、様子を見ながらね焼き色がついたかどうかチェックして裏返してください。焼き色がついたところから裏返していきます。はい、 OK です。わかるかな、こんな感じ。このぐらいちょっとね焼き色をつけるイメージです。これで OK です。そのぐらいね焼き色がついたら火を止めてください。そしたらですね、ここに切っておいた人参とマッシュルームを加えてください。そしてもう一度火にかけます。火加減中火ぐらいです。これを一度ねさっと絡めていきます。こうやってね鍋底にこびりついたねこの旨味成分もね取っていきます。今ねだいたい1分30秒ほど炒めました。そしたらもう一度火を止めます。そうしましたらここに先ほどつけておいたワインとすりおろし玉ねぎを入れていきます。よいしょ。そして続いてここにお水を加えます。あとはねローリエですね、こちらを2つにちぎって入れます。一度さっと混ぜましょう。はい、そして混ぜたらもう一度火にかけます。火加減は弱火です。このままですね蓋をせずに煮込んでいきます。蓋をしてしまうと中の空気がこもってしまって臭みが残ったりとか、あとはですね鍋の中の温度が上がりすぎてしまってちょっとお肉が硬くなる原因になってしまいますので、このまま蓋を開けて煮込んでください。途中でこのお湯の量が半分以下ぐらいになったら 100ml ほどお水を追加してください。そしてそのまま煮込んでいきます。煮込んでる最中はこのようにね時折かき混ぜながら煮込んでください。煮込む時間なんですが1時間30分じっくり煮込んでいきます。そうすることでお肉がとても柔らかい仕上がりになります。こちらをね煮込めば煮込むほど柔らかくなるのでちょっとね時間はかかるんですがじっくりね煮込んでみてください。はい、今ねちょうどだいたい70分ぐらい経ちました。このようにねちょっとお肉の頭が出てきたなと思ったらお水をね 100ml ほど加えます。だいたいこのぐらいあれば大丈夫です。ちょっとねお肉は出てるんですけど時折混ぜながらやっていただくと乾燥しないので時々ねこうやってかき混ぜながらこのまま煮続けてください。はい、今ねちょうど煮込み終わる15分前になりました。そしたらねじゃがいもの準備をしていきましょう。まずねじゃがいもの皮を剥いてください。今回はですね先ほども材料説明で言ったんですが品種はメイクインのじゃがいもを使っていきます。グラムで言うと2つ合わせてだいたい 200g です。では剥いていきます。はい、このように剥いてください。この時じゃがいもの芽がある場合はそちらも必ず取り除いてください。ではこちらも剥いていきます。はい、そしたらこちらのじゃがいもは乱切りにしていきます。これもね食べやすい大きさで乱切りしてください。今回ねじゃがいもを乱切りする時も包丁を斜めにして切ったら90度回してそして切っていきます。こちらも同じように切っていきます。はい、そしたらこちらのじゃがいもは水を張ったボウルに入れます。そしてこのまま10分アク抜きしてください。はい、それではね続いて煮込んでいる間にブロッコリーも茹でちゃいます。まずですねここに分量がいいですが塩を小さじ1/2ほど入れてください。そしてブロッコリーを入れていきます。はい、これでだいたいね1分ほど茹でていきます。はい、今ねちょうど1分ぐらい茹でました。そしたら火を止めて取り出します。ブロッコリーもね大きさによって適正な茹で時間が変わると思うのでこちらは調整してください。はい、そしてブロッコリーはこのようにざるにあけておいてください。はい、今1時間30分経ちました。このようにねいい感じに仕上がってきてます。お肉もねとても柔らかい状態になってます。火を止めます。そしたらですねここに水にさらしておいたじゃがいもの水を切って入れていきます。この中に入れます。じゃがいもはねこのタイミングで入れていただくことで煮崩れすることなくね綺麗な仕上がりにすることができます。そしてここにデミグラスソース、はい、1缶丸ごとですね。そしてトマトケチャップ、あとはウスターソース、そしてお砂糖、顆粒コンソメ、塩と黒胡椒に関しましては最後仕上げで入れていきます。まずこれを入れてね混ぜましょう。まだね火にかけてない状態です。デミグラスソースがねダマにならないようにしっかり混ぜてください。
よく混ざったら火にかけます。火加減は弱火です。このままじゃがいもが柔らかくなるまでだいたい30分ほど煮込んでいきます。煮込んでる最中も下が焦げないように時折ねかき混ぜながら煮込んでください。はい、30分経ちました。このようにねとろーっと美味しそうな仕上がりになってます。じゃがいもにねきちんと火が通ったかチェックしてください。あとはねここで味見をして、こちら塩とあとは黒胡椒で味を整えてください。はい、で混ぜます。このね煮込んでる最中にアクのようなものが出た場合はそちらはねすくい取ってください。火を止めます。こちらのブロッコリーはね最後盛り付けで使いたいと思います。では器に盛っていきます。はい、これでビーフシチューの完成です。こんな感じに仕上がりました。お肉はねすごく柔らかい仕上がりになってます。そしてじゃがいもも煮崩れせずに綺麗に仕上がりました。ブロッコリーはね最後このようにトッピングしていただくと彩り鮮やかな仕上がりになります。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずお肉からいただきます。美味しい。お肉がすっごく柔らかいです。美味しい。じゃがいもと人参もいただきます。そしてこのビーフシチューのねこのシチューの部分が最高に美味しいです。すごく味わい深いですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のビーフシチューのポイントです。まずお肉なんですが、今回は牛すね肉を使ってます。こちらの部位はお好みのものでいいんですけれども、スーパーとかで買うときはよくシチュー用のお肉として売られてることが多いので、そちらを使っていただくといいかなと思います。他にもねいろいろ部位はあるので、こちらはですねお好みの部位を使って作っていただいて OK です。ただねもも肉の場合は少し食感が硬めになるので、もし柔らかい食感にしたい場合はもも肉以外の部位を使っていただくといいかなと思います。そしてお肉なんですが、こちらはすりおろした玉ねぎと赤ワインでしっかりと漬け込んでください。そうすることでお肉がとても柔らかい仕上がりになります。というのも玉ねぎにはですねタンパク質を分解する酵素が入ってます。なのでそれで漬け込むことによってお肉がとても柔らかくなります。そして赤ワインもですねお肉を柔らかくする効果があるんですが、それ以外にもお肉の臭みを取る効果もあります。なのでしっかりとね漬け込んで作ってみてください。こちらのワインはですねお好みのものを使っていただいていいかなと思います。そして漬け込んだお肉なんですけれども、しっかりと水分を拭き取ってから薄力粉をまぶしてください。その後ですねお肉を焼いていくんですが、お肉を焼くときは最初弱火で焼くようにしてください。一気にね強火で焼いてしまうとお肉はギュッと縮まってしまって硬い食感になってしまいます。なので最初はゆっくり弱火で加熱して、その後最後ですね火を強めて焼き色をつけてください。この焼き色をつけることで旨味がアップします。ただ焦がさないようにだけは注意してください。そしてお肉が焼き終わったら人参とマッシュルームを加えて軽く炒めてください。この時ねじゃがいもは入れないようにしてください。同じタイミングでじゃがいもを入れてしまうと煮崩れしてしまいます。軽く炒めたらですね、あとは1時間半じっくり弱火で煮込んでください。煮込む時はですね蓋をせずに煮込んでください。蓋をしてしまうとお鍋の中の温度が熱すぎてしまってお肉が硬くなる原因になってしまいます。あとですね蓋をしたまま煮込んでしまうと匂いが閉じ込められてしまって臭みの原因になってしまいます。なので必ず蓋を開けて煮込むようにしてください。もしね水分がちょっと足りないなと思った時はお水を 100ml 加えてみてください。それでもねまだ足りないなと思ったらまた追加で 100ml 加えていただけたらと思います。だいたいですねお肉の3分の2ぐらいね使ってればいいかなと思います。なので必ずね時折混ぜながら煮込むようにしてください。お肉はですねしっかり煮込めば煮込むほど柔らかくなるので2時間くらい煮込んでいただいても OK です。そしてその後ですねじゃがいもを加えて、あとはデミグラスソースや他の調味料を加えて煮込んでください。この煮込み時間の目安はだいたい30分です。じゃがいもが柔らかくなるまで煮込んでみてください。じゃがいもはね先ほども言ったんですが、このタイミングで入れていただくと煮崩れ防止になります。そして煮込み終わったらですね最後はお好みで味の調整をしてみてください。このビーフシチューは下準備とかお肉を漬け込む時間やあとは煮込む時間が結構長いんですけれども、やる作業の内容としてはとても簡単です。時間のある時にぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はビーフシチューを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。